どうも、せつなチャンネルのさえです。今日はそもそも進化とは何か考えていきます。生物学上の定義では、進化とは新しい種に分かれることであり、元より優秀な性質を獲得するという意味合いはありません。したがって特定の器官や機能を創出する対価とは、生物学的には対にならないことになります。そして種とはざっくりと交配可能な生物グループの最小単位。変異個体の形態が引き継がれて増殖し、それが独立した集団となれば種と認められるということです。つまり進化とは、どんな変化でもいいけど子孫を作ってなんぼだぞという話にまとまります。どうも、せつなチャンネルのさえです。今日はなんで種は分かれるのというお話で、大きく場所が分かれる場合と同じ場所の場合の2種類に分けられます。場所が分かれる場合は単純で、それぞれの環境に適応した結果、元と全然違う形態になっちゃったということ。ダーウィンが研究していたガラパゴス諸島のフィンチなんかが有名な例です。一方で同じ場所の場合は少し複雑、体格が違うとか、行動、主に植生が違うとか、あと遺伝子の型が違うとか。注意すべき点として、種分化後は混ざることがないグループになっているので、巷でいう雑種というものは生物学的にそう簡単に起こり得ないものとなります。どうも、せつなチャンネルのさえです。今回から3回分、生物の進化について語っていきます。さて、今回のお話として、進化論と呼ばれるものにも、ラマヌクの要不要説とダーウィン・ウォレスの自然選択説の2つがあります。前者は生存競争に有利な性質を生物が選択的に変化させていくというもの。後者はたまたま有利な性質を持った個体が繁栄しやすいというもの。要は因果関係が逆なわけです。現在主流なものは自然選択説で、極論個体の努力にかかわらず生前から環境への適応度は決まっているという残酷なお話。ただ、適応の方法は多様なため、生物の多様性も保たれてきたと言えます。Hi, I'm Sae from Setsuna Channel. Today I'll be talking about the theme of Are mutations really sudden? The conclusion is that biological evolution occurs stochastically through genetic mutations. All living things have DNA that contains genetic information, but its sequence changes from time to time. Changes in the DNA usually have no effect, but changes in the sequence that encodes the characteristic of an organism can be advantageous or disadvantageous for survival. However, most of the DNA mutations are neutral and have no effect, and individuals who are neutral in the struggle for survival will make up the vast majority of the group. どうも、せつなチャンネルのさえです。前回、前々回で生物の運命は生まれる前から DNA で決まっていると話しましたが、今回はそうじゃないというお話です。生物はタンパク質で行動や体内環境を制御していますが、そのタンパク質合成までにセントラルドグマと呼ばれる経路が存在します。そして DNA 配列を変えなくても、この経路のどこかにテコ入れできれば生後に環境適応できるわけです。例えば DNA に目印をつけたり、読み取りやすさを調節したり、RNA やタンパク質をいじったり、タンパク質の元を増減させたり。特に DNA へのテコ入れは分裂した他の細胞にも伝わり、近接な親子間で引き継がれることもあります。